たった今ソニーさんから新しいレンズ FE2870F2.0GM が発表されました。このレンズをソニーさんから1ヶ月間先行でお借りして FX3 とともに様々なロケーションで撮影してきました。その撮影で感じたことをもとにこのレンズを紹介していきたいと思います。映像の美しさに一番影響するものはカメラ、レンズ、カメラアングル、カラーグレーディング、ライティングなどいろいろあるんですけども、その中でもレンズ選びの中で一番重要なのは F 値だと思います。映像のボケ感や明るさに直結する F 値は各レンズごとにあらかじめ振り分けられています。単焦点レンズは比較的開放値が小さいものが多く、ズームレンズはズームすることにより F 値が変化したり変化しない固定の透視レンズがあります。ソニーのレンズには F2.8 の透視の GM ズームレンズがいくつか存在しますが、今回のレンズはそれよりも明るくボケ感の強い映像を手に入れることができるようになりました。実際に見ての通りポートレート撮影などの時に背景をかなりぼかしてくれるので被写体をきれいに目立たせることができます。さらに GM シリーズならではの解像度高い描写力により最も美しく綺麗な映像をこのレンズ1本で撮影することができます。F2.0 透視かつズームレンズであるとレンズの大きさは大きくなる傾向があります。ソニーは極力軽量化を追求し、同じ条件を持ち合わせたレンズと比べてかなり軽量化されたデザインになっています。これ1本で 28mm から 70mm と標準域から望遠までの焦点距離を撮影することができるので、撮影中のめんどくさいレンズ交換も不要になり、カメラバッグの軽量化にもつながります。実際に今回の撮影はこのレンズ1本しか持っていかなかったのですが、これ1本で本当に何でも撮れるのでとても助かりました。一つ注意点があるとすると、口径が 86mm なので ND フィルターとかつける際はちょっと注意が必要です。僕が持っているフィルターの中で一番大きい口径は 82mm のフィルターだったので 86mm のフィルターがありませんでした。なので今回はステップダウンリングを使用して 82mm の LD フィルターを使用して撮影したんですけども、それでも蹴られもあまり生じずに撮影することができました。ソニーのカメラの特徴といったら暗所耐性と AF 性能が優れているところだと思います。今回のレンズももちろん素晴らしい AF 性能を持ち合わせており、正確かつ高速な AF を体験することができます。この素晴らしい AF 性能により厳しい環境下の撮影でも被写体をタップするだけで手持ち撮影でもずっと被写体にピントを合わせてくれますし、このような面白い撮影技法でもピントを気にすることなく撮影ができるので、撮影の自由度がさらに上がります。このようにコンパクトで映画並みの撮影ができる FX3 と今回新しく発表された新しいレンズを組み合わせることにより一番綺麗かつ最も自由度の高い撮影ができるようになりました。ズームレンズの中でも綺麗なレンズを探している方や、初めにこのレンズを持っとけば大丈夫みたいな、そういったレンズを探している方は今回の新しいレンズとてもおすすめだと思います。ぜひこの新しいレンズとてもおすすめなので使ってみてください。